これまでのディスオナードは。来ないで！トルボ、女王は死んだ。娘は隠されている。真実は決して明るみに出ない。今夜キャンベルは君の手にかかって死ぬ。済んだら死体を改めて日記を手に入れろ。悪名高い黒の手帳だ。そして待て。結局封鎖が終わるまで張り出しの上です。やったな。困難にもめげずキャンベルを倒してのけた。ああ、それからキャンベルの日記忘れてはならん。これら暗号化されたページからエミリーの居場所と状況を知りたい。それだ、エミリーの監禁場所を探り出したんだ。ゴールデンキャットだ。実の兄であるモーガンとカスティスを殺すために君を差し向ける。準備ができたらゴールデンキャットに連れて行く。ペンドルトン伯爵を何度も連れて行ったんだ。本当さ。コルボ、できるだけゴールデンキャットに近づいてみる。そこから先は自分で行ってくれ。入り口はホルガー広場の近くだ。肝心なのは女の子。エミリーを安全に助け出すことだ。ペンドルトンの2人がそこにいる。おそらく警備も大勢いるだろう。スラック城に聞けば中に入る手があるかもしれない。殺されなければの話だが。ここは彼の縄張りだ。彼とボトルストリートギャングたちはダウンウォールウイスキー工場にいる。彼らは疫病に効くエリクサーを売っている。姿を隠しておくが、お前とお前が助けるお嬢さんを待っている。幸運を。エミリーはきっと大事な存在なんだな。さて、ミッション開始。道を歩くときは気をつけろ。スタートは前回と同じですが、橋の上に監視塔が増えているので、裏道へ向かいます。監視塔は発見されると、ミサイルを飛ばしてくるので、少し厄介。登ったところに経理兵がいるので、気をつけてすり抜ける。さっきサミュエルから話があった。ギャング、スラック城に会いに行くのですが、その前に少し寄り道。スラック城の部下が近くの屋敷に囚われているので、先に会いに行く。ここから屋根を登ったら、なぜか暗殺者が監視中なので、おねんねしておいてもらう。まず一人目、暗殺者は残り二人。遠い場合は、望遠レンズの機能を使うと当てやすい。二人目、残り一人。はい、おしまい。これでこの辺りは安全ですね。能力いっぱい使うので、治療薬は適宜取っておく。目標は正面のガルバニの屋敷。パイプ伝いに歩いていって、サクッと侵入していきましょう。正面に経理兵が2人いるので、隣の部屋へ。見たかったよ。大したことはない。後で見に。ハウンドビッツでルーンをいっぱい取ったので、新しい力を解放して進む。能力は、ポゼッション。少しの間動物に乗り移ることができる力。ここのネズミに乗り移って、一気に上の階まで進みましょう。ネズミに乗り移っている間は、経理兵に見られても平気なので大胆に進む。目標は目の前のテーブルの下。そうだろ？それは分かってる。容疑者はいるのか？ここまで来れればバッチリ。経理兵に近づきすぎないように注意。左の経理兵が屋敷の鍵を持っているので、拝借しておく。スラック城の部下の一人が死んでいた。それからお前はアホだって書くよ。スラック城の部下はもう死んでいたのか。証拠だけでも持って帰ろう。最後のメッセージなら納得するだろう。そのまま3階の扉から脱出。さて、来た道を戻って、スラック城に会いに行こう。時間のためにブリンクをどんどん使っていくよ。
こがスラック上の拠点。拠点内は敵もいないので、スラック上のところまでスキップ。部下の言う通りだ。殺しが好きそうな男だな。見たところ、この辺りで殺すだけの価値があるやつはゴールデンキャットにいるペンドルトン以外にはいない。そうだろう？スラック城何でも知ってる。あいつら双子だ。金持ちで卑怯で変わり者。一族の他の連中よりも立ちがあり、しばらく目立たなかったが理由はわからん。だが今夜のゴールデンキャットは警備が厳しい。特別な客でもいるんだろうが、そこに入っていってそんな格好でペンドルトンたちを殺すってのか？あいつらを始末するならもっとマシな方法がある。まず指示に従え。いいな。犯人は不明だが、部下を殺し縄張りを奪い盗みを働いてる奴がいる。おそらくガルバニとかいう男だ。腕利きの部下を送り込んで調べたが行方がわからん。奴がどうなったか誰かに調べさせたい。ガルバニの家に行け。近くにあるクラバリング大通りの外れだ。仕事が済んだら簡単にゴールデンキャットに入る方法を教えてやる。その仕事はもう済んだ。お前の部下の最後の言葉だ。これなんだ？消えた部下からの情報か。よし、聞こう。ブラック・ジョー、クロウリーだ。戻れなかった場合に備えてこいつを用意しておく。察しの通りお前の命を狙ってる奴がいるぜ。上流上ボトルストリートギャングを丸ごと乗っ取るのが目的だ。そいつの正体ってのがまた驚くぜ。俺も最初は信じられなくてな。だからこんなに時間を食っちまった。確証を手にした上で。なんだありゃ、やめろ。ああ、やめろ、やめろ。クローリーは死んだか。残念だ。最高の部下だった。だが約束は約束だ。スラック城は決して約束を破らん。この鍵をやろう。これはゴールデンキャットの鍵じゃない。隊長の椅子の鍵だ。この地域で疫病が広がってから放置されたホテルだ。最上階まで上がって屋根に登ればゴールデンキャットの浴場に入れる。わかるか？スラック城は約束を守る。町の支配者と同じだ。もっとマシかもな。よく考えてみろ。またお互いに助け合えるようだな。ペンドルトンたちを穏便に殺さずに排除することもできる。だがその代わりお前にも仕事をしてもらう。興味深い提案だな。って、何をすればよい？キャットは今夜真相回転の大事な日だ。金持ちもたくさん来る。その中にバンディングっていう美術商がいる。特殊な好みがあるらしい。少なくとも女たちからはそう聞いた。自分の家に高価なものを隠し持っている。金庫の番号さえ分かれば金目のものが全部手に入る。ペンドルトンたちも何ヶ月も滞在している。理由は分からない。つまり衛兵隊や他の兵士たちも同じだ。仮面の友よ、金庫の番号を手に入れたらペンドルトン兄弟を始末してやる。それでどうだ？奴らに直接近づくことはない。奴らを殺さないし、奴らの姿は二度と見られない。約束しよう。スラック城からできる最高の提案だ。ギャングに売り渡す。か。何をされることやら。スラック城の提案に乗ってやるか。ということで、ここを抜けて、ゴールデンキャットに向かおう。何見てやがる。さっき暗殺者を排除したので、この通りはもう安全。いつも通り屋根伝いに、目的地まで向かうよ。ダンウォール市民に通告します。芸油の強制割り当てが実施されます。従わない場合は罰せられます。前回のミッションでも使ったルートに合流。屋根の上へブリンクしていく。次の移動がやりにくいので、監視塔の機能は停止させておく。あとはスラック城にもらった鍵でホテルに入る。ひさしに降りてから、ホテル前までブリンク。
このホテルはネズミが大量発生しているので、一気に駆け抜けちゃった方が良い。ゴールデンキャットの近くの屋根に潜入成功。屋根の上は敵がいないので、さっさと移動。この角からなら、ギリギリ向こうの看板の上。ブリンクが届く。私の常連よりずっと可愛いし。この下の家にルーンが落ちてるけど、今回はする。開いている窓からチラ見して、オーナーの移動フラグだけ立てておく。じゃあモーガンは1階なんだな。部下を配置につかせる。先にスラック上の依頼、美術商に会いに行こう。また優しい娘と話したよ。ほら、この前話してた。おいおい。目の前の兵士がいなくなるのを待つ。右に移動するパターンと左に行くパターンがあるので注意。今回は右なので、サクッと目的の部屋に向かう。その前に治療薬ももらっておく。隣の兵士は酔っ払いなので無視。酔っ払ってないって言った。ここに特殊な壁を持った美術商がいるのでお話を聞いてみる。どうか、もうかれこれ20分だぞ。それにしても君の足音。今のはいい罰だ。なぜか教えてあげようか。ペンドルトンたちがここに来ているんだろう。まず彼らからは何千という額を騙し取ったんだ。容赦ないな。手は抜かんでくれよ。何でも言う。ペンドルトンの相続は数十万は下らないはずだったが、ただのガラクタだって教えてやったんだ。報復だ。今のは完璧だったが、今夜耐えられるのはこれまでだ。私の使用人を呼んでくれ。これで終わりにしよう。もう終わりだと言っただろ。報復だ。さあ私を話してもらおう。なんだお前は誰だ。一体何が目的だ。金庫の番号を教えてもらおう。金庫か。もちろんだとも。番号は138だ。中身を持っていっていい。今脈が抜けたような。ありがとう、変態さん。これであとはエミリーを見つけるだけだ。一度外に出て、一番上の階に登る。左の部屋にもルーンがあるけど、兵士が守っているので、こちらもする。真ん中の窓から再度潜入。あなたは誰？なぜそんな仮面を？コルボ？コルボ、あなたなのね。隠れるために仮面をかぶってるのね。コルボが刑務所で首を落とされたって、お母様と同じく死んだって。もうずいぶん前に思えるけど、でも死んでないのね。考えがあるの。2回ぐらいあと少しで逃げられたのよ。特別な人が出入りするための扉があるの。教えてあげるわ。誰か来たらコルボが戦って。こっちよ。少し寄り道をしながらエミリーについていく。まずは隣の部屋のルーンを回収。次にオーナーが持っているマスターキーも拝借。ついでに治療薬も。あとはエミリーの元へ。扉に鍵が。ここは川辺だから船で来たはずよ。船のとこで待ってるね。大丈夫、道は覚えているわ。ちなみにエミリー一人で行かせるけど、
どんな能力を駆使してもエミリーには追いつけないので、ご心配なく。このおばあちゃんはブラと握らぐず、今回は関わらない。小鳥さんたち。この先にリーパーが徘徊しているので、壁の向こうが見える能力、ダークビジョンを取っておくと安定する。しないか。ランダムに動き回るリーパーの隙をついて、上の配管までブリンク。あとはスラック上に仕事の報告に向かう。衛兵に気をつけろ。法律なんて無視。スラック上。これが金庫の番号だ。数字を持ってきたのか。何ヶ月もこれを待ってたんだ。ちゃんとした仕事が欲しかったらここに来い。スラック城は人を見る目があるんだ。ペンドルトン家に何をするつもりなのか興味を持つのも当然だ。いいか、あのペンドルトンの連中はこの炭鉱を所有してる。何百もの魂がそこで働いてる。800メートルもの深さでだ。だからあいつらの頭を落として舌を切り落とし、臭い炭鉱に投げ込んでやる。そうすりゃ奴ら人生を違った角度から見られる。文字通り地に落ちるわけか。これであの双子も終わりだな。エミリーが待っている。サミュエルの船へ戻ろう。腹が減ったが、リバークラストは食うなよ。ここは屋根の上から暗殺者が見張っているので注意。近くのベランダに飛んできたりするよ。こんな感じに。上に戻ったタイミングで移動しよう。階段を降りる前に、一番最初にあった警備兵の位置も確認しておく。大丈夫そうなので、サミュエルとエミリーの元へ。待たせたな二人とも。暇してなかったか。お友達のサミュエルに会ったわ。ボートの操縦を教えてくれるって。二人とも準備できたか。今夜は街で驚きの働きをしたようだな。老いぼれの目には信じられんよ。大したことはしていない。エミリーを連れて帰ろう。これで無事にノーキルノーアラート達成ですね。仕事は済ませたわけだな、コルボ。目上の者たちを悪く言ったりしないが、いいか。もし報いを受けるべき者がいたとすれば、ペンドルトン兄弟だ。何の仕事のお話？あ、大人の仕事だよ、お嬢ちゃん。いえ、お嬢様、お許しを。大丈夫よ。大人の仕事はゴールデンキャットでたくさん聞いてきたから。おう、ボートの操縦に集中した方が良さそうだ。エミリーお嬢様、私はカリスタ。お世話と教育を担当するわ。はじめまして。こちらこそ。塔にあるお部屋を見たい？見ていい？ええ。ハウンドピッツの全部を見られるわよ。よかった。気に入ると思うわ。カリスタと行くわ、コルボ。また後でね。君にはいつも感心させられる。刃を武器に町の行く末を永久に変えた。そして双子の兄がいなくなった今、ペンドルトン伯爵が議会での票を受け継ぐだろう。君は一晩で他の者が一生かけてする以上のことをした。またすぐに話すが、今は伯爵が君を求めている。コルボ、王政支持者は君に感謝する。自分が感謝できるかはわからない。実の兄たちは。君が女王を殺したと思ったことはない。
王室官庁であり摂政伯爵が援助を得て行ったと思う方がよほど理にかなっていた。君を脱獄させるために大金を費やし危険を冒した。だがそれは君が変化をもたらす人物だと信じているからだ。ああ、ハブロックが探しているよ。よし、始めよう。マーティンが次の手を考案した。キャンベルの日記にある情報によると、摂政伯爵の愛人は王室医師で画家のソコロフに肖像画を描かせたそうだ。彼なら名前を知っている。ソコロフは大抵川を見渡すカルドウィン橋の上に住んでいる。問題はソコロフがアパートにいる間に急いで向かわねばならないことだ。近くまではサミュエルが運べるが、ソコロフは見つけねばならない。彼を無傷でここへ連れてくれば次の手を講じることができる。君の実力は信じられんよ。コールドリッジを脱出し、上級監督官を倒し、エミリーを助け出した。君はこの老いた軍人の誇りだ。では以上だ。まずは摂政の外堀を埋めるために愛人を見つけるわけだな。そしてその人物をあの偏屈な王室医師アントン・ソコロフが知っているということか。ではカルドウィン橋へ。眠るのは後にしよう。それではさっさとソコロフにご同行願おう。用意ができたら乗船してくれ。次回のディスオナードは巨大な監視塔がそびえるカルドウィン橋。そこにはソコロフを守るかのごとく多くの警備兵、光の壁が配置されている。そこに立ち向かうコルボ、アウトサイダーに与えられた能力はすでに血となり肉となっている。そしてその熟練した能力は進化しソコロフに迫る。ここまで見てくれてありがとうございます。次回もよろしければ見てくださいね。